ディビジョンシリーズにおいて大きな謎の一つでもあるハンターという敵の存在。今回の動画ではこのハンターについて考察していきます。なお前回投稿した動画までの内容を含みますので、こちらの動画も良ければ概要欄に貼っておきますので見ていってください。また前回同様にストーリー上のネタバレを含みますので、視聴する際はお気をつけください。まず簡単にハンターについてのおさらいです。登場したのは前作ディビジョンのダウンロードコンテンツサバイバルから追加されました。それまでの敵とはまるで違う動きと圧倒的な攻撃力、そして防御力を持ち、何より我々エージェントと同じく SHD テックを使用する異質な存在でした。その後も追加コンテンツのアンダーグラウンド、レジスタンス、さらにレジェンダリー難易度のミッションにも出現していました。そしてディビジョン2においてはサブミッションエージェントエドワードの救難信号で初めてストーリーに関係するようになり、新シーズン隠された同盟にて国土安全保障省のハンタープログラムによるエージェントだと判明しました。ほとんどのハンターはもともと LMB やブラックタスク、ローグエージェントからリクルートされた人材で構成されています。次に外見と種類についてです。見た目は何種類かありますが、共通しているのは台湾の特殊部隊のような特徴的なバリスティックマスクを着用し、バッグにはミリタリーアックス、そして大量のエージェントウォッチとビーコンを所持しています。所持しているエージェントウォッチの中にローグカラーもあることから、ローグエージェントも犠牲になっているようです。また着用しているマスクはランダムになりますが、ギリーフードをかぶっているハンターも時折います。前作ディビジョンにおいては出現したハンターは4種類。マスクはスティジアン、スティング、シェイディの3種類がありました。舞台が冬だったのでかなり重装備で着込んでいて、見た目はかなりあったかそうでした。そしてディビジョン2においてはマスクの種類だけでも31体存在したことが分かっています。そのうちカバードとスティンガーは前作で馴染みがあるため獲得の仕方がやや特殊になっています。なおこちらは舞台が夏に変わったので重装備ではありますが、半袖のハンターも存在します。またハンターはゲーム中においてはハテナや不明と表記されることが多いですが、ウエストサイドピアのレジスタンスにおいてのみ4体のネームドが出現します。それぞれテイラー、スタントン、デイビス、ニコルズと表記されています。そしてサブミッションエージェントエドワードの救難信号にて DC に初めて現れたハンターにも設定上ベアという名前がついています。ネームドのハンターは一貫して通常のハンターよりも弱く、隠された同盟のジャック・ボニーのようにもしかするとハンタープログラムの訓練中だったのかもしれません。続いて戦闘面においてです。シリーズで共通しているのは先ほどもお伝えしましたが、高い戦闘能力と銃の連動だけではなく、我々エージェントと同じ SHD テックを使用してくることです。しかしこちらとは明らかな性能の差があり、ハンターが使うスキルはかなり強化されています。これにも理由がありまして、それは彼らがつけている大量のエージェントウォッチです。エージェントウォッチには普段私たちがビルドを組んだりミッションを受けたりするために使っているように、エージェントの戦闘の経験値などのデータが蓄積されています。それを彼らは奪うことで既存のスキルと統合、強化、分化をしているようです。それによってもはやミサイルレベルの粘着爆弾や異常に速いスキルヘイストを持つだけではなく、前作においてはジャマーパルスやショック式粘着爆弾、2においてはハッキングパルスで SHD テックをハッキングするなど、こちらが持っていないスキルを使用してきます。要するに戦えば戦うほど彼らは強くなっていき、多くのトロフィーを身につけているハンターはまさに歴戦の狩人となっているということです。ちなみにコニーアイランドのマンハントミッションではハンターが使用していたシュラプネルトラップを入手できたことから、スキルベースはあくまで SHD であり、こちら側に逆輸入も可能のようです。もう一つの脅威は皆さんも一度は受けたことがあるとは思いますが、ミリタリーアックスによる強力な近接攻撃です。これは前作から引き継がれており、当時最強の防御力を誇ったギアセット D3FNC のバリスティックシールドも一撃で破壊する威力でした。そしてハンターの特徴で最も有名なのがエージェントの処刑です。
これはダウンしたエージェントに周辺にハンターの脅威がない場合ミリタリーアックスで実行してきます。通常ダウン後に自力で復活する際は前作ではサポートステーション、今作ではハイブのスキルがありますが、ハンターはダウンしたエージェントにショックランチャーを使いこれらのスキルを無効化します。処刑により倒されたエージェントはゲームモードにもよりますが即死扱いになってしまいリスポーンを余儀なくされてしまいます。ここからはハンターに関する小ネタを5つ紹介していきたいと思います。まず1つ目は、彼らが現れる時にもしくは消える時に特殊なスモークを使っていますが、メタ的な視点から言うとこれは完全に瞬間移動にはなるんですけども、具体的な技術から考えると高度な光学迷彩だと考えられます。2つ目ですが、エキゾチック装備メメントの特性キルコンファームドのトロフィーを獲得して強くなるという仕様はモデルがハンターならではの設定になっています。また複数の SHD を所持していることから SHD のローカルネットワークが混戦しており、ハンターの周囲では常に我々エージェントの SHD にノイズが入ります。そして3つ目です。神出鬼没な彼らですが国土安全保障省に属していることもあり、アメリカの星条旗が掲げられている場所や慰霊碑や記念館などにも出現します。そのことから本人たちの意思か任務かは分かりませんが愛国者であるということが伺われます。またこれに関係するかのようにハンターは実は市民を攻撃対象にしないか、もしくはかなり優先度が低いことが分かっています。市民から攻撃を受けるとその場から離れる動きをします。4つ目です。サバイバルにおいてヘリポートの近くに倒れているエージェントは実は右腕が切り落とされていて時計が奪われています。最初にこれに気づいた時はゲーム内のことでも私は恐怖を覚えました。最後に、実は無口なハンターたちですが戦闘中にノイズ混じりの声を発していることが分かっています。聞いてるか、お遊びは終わりだ。始末しろ。いい子だ。生体室号危険領域。システム抑制。以上で今回の動画の解説を終わりにします。前回の動画に続いて長くなってしまいましたが、今回の動画で皆様がハンターを知ってもらってディビジョンがより楽しめるようになればいいなと思っています。また、こういう風なのがあったとか、またこういう意見もあるよとかっていうものがあればぜひともコメントで教えていただければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いいたしましょう。